こんにちは、せいかです。今日は2025年5月31日の土曜日です。皆さん、この2週間はどうでしたか？私はですね、久しぶりにディズニーシーに行ってきました。前回ディズニーに行ったのが去年の12月だったと思います。しかもその時は C じゃなくてランドだったんですよね。ということで、久しぶりの夢の国に行ってきたんですよ。前回ディズニーランドに行った時、そのトピックでラジオを作ったんですよね。覚えている方はいらっしゃいますか？その時はですね、いろいろと失敗したみたいなそんな話をしたんですよね。で、いろいろなことを学びました。ということで、今回はしっかり前回の反省を生かしてスムーズにディズニーシーを楽しめるように頑張ってきました。はい。そして成功したと思います。ですね、まずオープン時間の1時間前ぐらいにパークに着くように行きました。その日はオープン時間が9時だったので、8時に着くように行きましたね。そして1時間ぐらいディズニーシーの前で待って、オープンしてすぐパークの中に入りました。はい。で、パークに入ってすぐにディズニーのアプリを開いて、アトラクションに早く乗れるパスを取ったりしました。ディズニーシーではですね、去年新しいエリアがオープンしたんですよ。ファンタジースプリングスという場所です。ここに私は実はまだ1回も行ったことがなかったので、このエリアにあるアトラクションに乗りたいと思っていたんですけど、早く乗れるパスが取れなかったんですよね。なので、お金を出して買いました。2000円ぐらいだったと思います。はい。朝早く入らないと、このお金を出して買うパスもなくなっちゃうことがあるんですよ。でも今回は買えましたね。はい。で、その後ですぐショーなどの抽選をしたり、レストランの予約とか、モバイルオーダーをしたりとかしました。で、そういうのが全部終わってから、ゆっくりパークを回り始めましたね。はい。そうすると、一日すごくスムーズに楽しめるんですよね。やっぱり朝頑張ることが大切だなと実感しました。前回行った時がクリスマスだったので、やっぱクリスマスって人気なんですよ。なのですっごく混んでいたんですけど、今回はその時に比べたらすごく空いていたと思います。あんまり混んでなかったです。なのでここまで頑張らなくてもある程度は楽しめると思います。はい。人が少ない時期のことを閑散期と言うんですけど、今はディズニーの閑散期なのかもしれないですね。ただ、ディズニーシーに魅力がたくさんあることには変わりないので、むしろラッキーな時期だと思います。旅行に来る方はぜひディズニーパークにも行ってみてください。はい。今日のラジオではですね、運動会について話そうと思います。なぜなら、今はですね、運動会のシーズンだからです。私が今仕事をしている場所の近くに小学校があるんですよ。はい。なので、毎日運動会の練習をしている音が聞こえるんですね。なので今日は私が小学生だった時の運動会の思い出について話そうと思います。まずですね、運動会の時は学年の出し物がありました。出し物っていうのはパフォーマンスみたいなものです。1年生の出し物、2年生の出し物みたいな感じで6年生まであるんですよ。最近流行っている音楽に合わせてダンスをする学年もあれば、ソーラン節をする学年もあります。ソーラン節は皆さん知ってますかね？日本の伝統的な音楽なんですけど、なぜか小学校の運動会の定番なんですよね。定番というのは代表的なものという意味です。みんながするものですね。私も小学生の時にしました。なんかすごく足とかをよく使うんですよ。
なので今考えたらダイエットにもいいのかなって思いますね。いい運動だと思います。はい。で、見ていてもですね、すごく迫力があって楽しいので、ぜひ気になる方は YouTube などでソーラン節と調べてみてください。今考えてみたら、その運動会の出し物は先生たちが考えているのかもしれませんね。多分そうだと思います。先生、そうですね。毎日学校の仕事で忙しい中、運動会の準備までして本当にすごいなと思います。はい。そして出し物の他にもいろいろあるんですね。例えば徒競走や玉入れ、リレーなどがあります。徒競走というのは4人ぐらいが一斉に走って競争するものです。はい。私はこれがあんまり好きじゃなかったですね。はい。徒競走の前はですね、自分の順番が来るまでみんなが並んで待ってるんですよ。その時間はもう本当に最悪だったんですね。なんでかというと、運動会なので家族とかが来てるじゃないですか。家族とかがみんな見ている中で走らなければいけないので、緊張するし、スタートを失敗したらどうしようって不安もあったし、とにかく早く終わりたいっていう気持ちだけあった思い出がありますね。懐かしいですね。ただ、自分がするのは嫌だったんですけど、1年生とか低学年の徒競走は本当に可愛いんですよね。小さい子供たちが一生懸命に走っているんですよ。私はですね、年の離れたいとこがいるんですけど、結構大きくなってからいとこを見るために運動会に行ったことが何回かあるんですね。で、その時、その小さい子たちが走ってるのを見たんですよ。低学年の徒競走を見たんですけど、すっごく癒されましたし、パワーをもらいました。やっぱり一生懸命何かをしている姿ってすごくいいですよね。はい。それが徒競走ですね。次にですね、玉入れという競技があります。これも有名なものですね。玉入れというのは、小さいボールをネットの中に投げて入れる競技です。ボールを玉というので、それをネットに入れるということで玉入れだと思います。赤と白のチームに分かれて、チームの人と一緒に協力して行う競技でした。チームプレイだったし、楽しかったので、これは好きでしたね。はい。そして最後はリレーです。リレーはですね、4人ぐらいがチームになって、1人が走って、で、バトンを次の人に渡して、また2人目の人が走って、バトンを3人目の人に渡してっていう、そんな競技ですね。はい。リレーは、私の小学校はですね、みんなができる競技じゃなかったんですよね。足が速い人だけ参加できるというシステムでした。足が速い人というのは、速く走ることができる人のことですね。クラスの中で足が速い人が選ばれて、リレーに出ることができるんですよ。リレーの選手と言われていましたね。はい。で、今でも覚えてるんですけど、リレーの選手はとにかくキラッキラしていましたね。なんか小学生の時って足が速い人がモテるじゃないですか。皆さんの国ではどうですかね。日本だと基本的に足が速い人がモテるっていう、そういうイメージがあるんですね。はい。ちなみにモテるというのは人気があるという意味です。なのでリレーはですね、人気がある人たちが出るキラッキラな競技というイメージがありましたね。リレーの選手になるために早く走れるように練習していた友達もいたぐらいです。懐かしいですし、なんかすごく青春ですよね。はい。ということで、今回は小学生の時の運動会の思い出について話してみたのですが、いかがでしたか？皆さんも小学生の時に運動会のようなイベントがありましたか？ぜひ教えていただけたら嬉しいです。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。
また次のラジオでお会いしましょう。さようなら。